こんにちは、いますです。割と普段から歌詞のメモを取るタイプではなくて、歌詞をいざ書くぞってなった時に、メモというか歌詞をメモって言わないのかなもしかしたら歌詞を携帯で書いてるのかな。でもメモとして残ってるので、映画のスマホを通しただけなのに最終章ファイナルハッキングゲームのね主題歌を担当させていただいたんですけど、そのドライドフラワーという楽曲の歌詞メモですね、こちらを見せていきたいと思います。この映画に対するから読み取れることとかを結構箇条書きみたいな感じでメモはしたりしていて、今回が割と結構剥製とかっていうのがワードになってきたりしていて、そういう意味で剥製というのをこうメモしてあったり、剥製といえばみたいな、感想させて、じゃあ花で言えばドライフラワーだったりみたいな、ドライフラワーとか、あと映画のそのセリフとかを結構こういうタイアップとか作品の時はたくさんメモしたりしますね。こう見たものからのこう言ったセリフとかを結構メモしてっていうことが多かったりします。殺されても君といたいねっていう部分が、僕がその映画を見て思ったことがこの1文目のこの一フレーズになっているので、割とそこはちょっと気に入ってますね。あと自分的にもそういった殺されてもとかそういったような言葉を使うことがあんまりないので、全体的にもちょっと真新しさという意味では気に入ったりしてますね。結構自分は最初にメロディーをつけて後から語呂をはめていくタイプなんで、はまりそうなその書いてあるやつがどこにはめようかちょっと分かんなかったりはするんですけど、アナログライフっていう曲とかあるんですけど、とかだったら多分当てもなくとか疲れ果ててとかおぼろげにとかどっかでハマる、でも語感がいい単語を結構メモしたりとかしてますね。買い物ですよね。去年の僕は12月に引っ越しをしたんですけども、その時のメモがあって、パソコンモニター、アーム、間接照明、ウォーターサーバー、鏡、小物入れ、お風呂掃除、掃除用品、転入届提出、チケット捨てる、水道、電気、前に住んでたところの、電気止める、ゴミ捨て業者呼ぶが書いてあります。買わないといけないもの、ありますね。これいつのメモだろう。2023年のメモです。洗濯機、店舗で買うって書いてますね。ネットでもいいのになんで店舗で買いたかったんだろう。わかんないけど、机、ソファー、ラグ、カーテン、洗濯機上に置くやつ、多分あれですね、突っ張り棒のあれのことかな、わかんないけど、 Wi-Fi とかテレビ台、モニター、ハンガー、めっちゃ買ったな。これがないんですよね。あんまりそういう歌詞とかそういったもの以外のメモを書くことがなくて、頭の中にはあったりはするんですけど、その時やりたいこととか、そういった意味ではメモしといてもいいのかなって今思ったりしますけどね。過去に何したかったんだろうとか、あの頃どう思ってたんだろうみたいなのを、それこそ今になって思ったりしますね。1年前2年前ってそれこそ今とまた環境違ったし、それこそ今東京に住んでるんですけど、地元が岐阜なんですけど、岐阜に住んでたりとか、その時の自分が一体何を考えてたんだろうってことを今回のメモの機会で結構感じたりしてて、日記とかつけても面白いのかなとか、そういうその時何を思ってたんだろうっていうメモは良かったりしますね。でもそういった意味で記事とか読み返したりすると面白かったりしますね。その時の自分の中のメモ代わりじゃないけど、2年前とか自分が発言したこととか言ってることとか、もちろん表向きな部分ももちろんあるとは思いつつとか、いろいろと多分その頃のインタビューとかもっと慣れてなかったから何言ってるかよく分かんなかったりしたのを綺麗にまとめていただいたとかもあると思うんですけど、ただその時には自分っていうのが見えたりするので、そういう意味では目標とかそういうのは過去のインタビューしていただいた記事とかは逆にそうなのかもしれないですね。なんだろうな。そういうのあるわ。目標とかじゃないんですけど、やってみたい、遊びでやってみたくて、知り合いでバンドやりたいなみたいなのありますね。曲を出すとかそういうこととかじゃなく、ライブをやるとかじゃなくて、本当に遊びで友達でやる趣味みたいな感じですね。ありますね。
自分にしかわからないメモ、これはもちろんありますよ。1個ですね、2021年12月29、50、50、30だけ書いてあるメモ。これ一体なんだ？皆さんわかりますか？俺はこれ最初分かんなかったんですけど、思い返したら分かりました。正解はですね、これ多分ですけど、今やってないんですけども、ゲームってこう、なんだろう、視点を移動するための感度があるんですよ。これ上下と。だから、縦の感度50、横の感度50。で、こう、銃を構えた時の感度の30っていうメモです。俺しかわからないですよね、このメモは。これとか。これ、カタカナで言ったらマジでわかんないですよ。カタカナでソコラベル、ティアン、チー、チンブティン、タイ、ヨン、ダイティーズ、ナイリオンって書いてある。これなんだかわかりますか、皆さん。こちらはですね、僕、アジアツアーの時に各地域で、一節だけちょっとカバーでサビ部分を歌わせてもらっていて、それで、各言語をカタカナにしたメモです。歌詞。これはですね、たくさんありすぎてちょっと多いんですけど、このメモ面白いですね。この対戦相手を募集したい方って書いてあるメモで、どっかのやつコピペしてあるんですよ。施設名、チーム名、あなたのチーム登録日済みですか、日程、時間、あなたのチームレベル、多分で名前が多分 FC 野球やりたいぞっていう名前で登録なんかメモがあって、昔草野球友達やってて、だから野球のマッチングアプリみたいな地元のがあって、それのメモです。ありますね。懐かしい。あと車の名前、色、番号、15分前にって書いてあるだけのメモがあります。何のメモなんだろう。ベストメモか。でも歌詞メモはやっぱベストですね。それこそ一番昔からこう書き続けてきたメモなので、そういった意味では歌詞メモがなんかベストというか一番自分っぽいなと思いますね。あとやっぱ見返すとちょっと歌詞の書き方が気持ち変わってるのかなと思ったり、なんか歌詞のメモの残し方も変わってるのかなと思う部分があるので、なんかそういった意味ではなんか自分のなんか歴史を振り返れるというかっていう部分ありますね、歌詞メモが。皆さんもね、どうですか？メモしてますか？メモします？するもんですかね、皆さん。ぜひ自分のメモを久々に振り返ってみると面白いかもしれません。以上、いますでした。